強チャンネル。皆さんこんにちは、エコです。今日も極限の計算をしましょう。問題はこちら。次の極限を計算せよ。リミット n が無限大に近づくときの1プラス a の n 乗の n 分の1乗。ただし、a は正の実数とします。2012年の京都大学の入試問題の一つらしいですね。少しだけ説明を。与えられた極限を考える際、注目する部分が2つあります。まずは全体の指数である n 分の1。これは極限が0に収束します。わかりますよね。続いて a の n 乗です。見ての通り、a の値によって振る舞いが異なります。a イコール1の場合は気にするほどではありませんが、それ以外の場合においては、いわゆる不定形なのです。これから見せる回答はこの極限の値を基地として話します。a の n 乗の振る舞いを見るに、与えられた極限も a によって変化するはずです。今日はそこに注目して聞いてください。では、回答を見せます。今話したように、a の値によって a の n 乗の振る舞いが異なります。ここでは a イコール1を中心とした3つの場合に分けて考えることにしましょう。まずは、a イコール1の場合を見ます。この時、1プラス a の n 乗の n 分の1乗は2の n 分の1乗に一致します。n が十分に大きい時、指数部分が0に近づくのでこの極限は1に収束します。ここまでは当然で、皆さんわかると思います。続いて、a が1未満の場合を見ましょう。この仮定から、ある大小関係を見出します。まずは仮定から、a の n 乗もまた0超1未満であると言えます。また、各辺に1を足した値も同様の大小関係を持ちます。最後に、各辺を n 分の1乗した値も同じ大小関係を持つとも言えるでしょう。この関係を踏まえて次に進みます。覚えておいてくださいね。1の n 分の1乗は常に1に一致します。当然です。故に、その極限もまた1に収束すると言えます。また、a イコール1の場合の結論により2の n 分の1乗の極限も1に収束します。以上のことと挟み撃ちの原理から、0小なり a 小なり1の場合には、与えられた極限は1に収束すると言えますね。最後です。a が1乗の場合を考えます。先ほどと同様に、仮定からある関係を見出します。a が1よりも大きいので、a の n 乗もまた1より大きいと言えます。また、各辺に a の n 乗を足しても大小関係は変わりません。各辺を n 分の1乗しても同様の関係を保ちますね。挟み撃ちの原理から与えられた極限は a に収束するとわかります。以上の議論をまとめると、このような結論を得ます。後で同じ話をしますが、与えられた極限は1と a のうちの最大値に収束するとも言えますね。補足をします。a の n 乗に関する大小関係を簡単に示しておきます。a が0超1未満であることから、各辺に a をかけるとこの関係を得られます。同じようにこの関係に a をかけると次の関係も言えます。これを繰り返すと、1以上の n に対しても大小関係を得られますね。よって、0小なり a の n 乗小なり1を示すことができました。これを使って議論をしていましたね。次に、a が1乗の場合です。先ほどと同じように各辺に a をかけてみます。この操作を繰り返すことで a の n 乗についての大小関係も得られます。よって、この関係を示せました。大 n 項を a の n 乗とする数列の増減を考えれば、その比が a なので、a が1よりも大きければ an は増加しますし、1より小さければ an は減少します。本質的には同じ議論ではありますが、数列が好きな方はこちらをどうぞ。次の補足です。一般化された平均値を紹介します。ヘルダー平均と呼ばれるもので、非一般化平均とも言います。キーを0でない実数とします。n 個の正の数に対して、指数キーのヘルダー平均を次のように定義します。ヘルダー平均 MP は、n 個の正の数のキー上の相加平均のキー分の1乗です。キーは0ではないとしましたが、キーを0へ近づける極限として M0 も定義します。M0 は相乗平均です。キーイコール1の場合は相加平均、キーイコールマイナス1の場合は調和平均です。無限大への極限も考えることができて、M 無限大は最大値、M マイナス無限大は最小値に収束します。
レム無限大、1、デイが今日の問題のケースに一致しますね。ヘルダー平均と最大値の関係を認めれば、今日の問題の議論はもっと簡略化できます。見てみましょう。以内の分の1乗を使って変形します。積の極限を極限の積に分けます。どちらの極限も収束する前提で話しているので、この変形は問題ありません。以内の分の1乗は1に収束するので、与えられた極限はこのように変形できました。1も A も共に正なので、この極限は M 無限大、すなわち最大値関数に一致することが分かりました。このように回答して、先の結論を得ます。ただ、この回答をするにしても本質的には前述の議論が必要なので、証明に使うというよりは答えの目星をつけるくらいにしておくべきですね。今日の授業はここまでです。私のお話が役に立ったのなら、動画の高評価やチャンネル登録をしてくれると嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。